あと掃除してさ、ラグ引いて、ラックの位置もう一回横にしてみたりとか。いろいろ汚い。で今日はこの私が仕事で使っているこの部屋の模様替えをしたいと思います。まずこのカーペット、これ一人暮らしの時から使ってるカーペットで、前の家ではそんな気にならなかったんですけど、この家でのなんか色合いがちょっとずっと気に入ってなくてずっと探してたんですけど、新しいラグを。でもラグって結構高いし、なかなかいいのなくて、結果やっぱり安定の IKEA で買おうとなって昨日買ってきたこちらのラグに変えようと思います。ちなみにこのラグは今リビングにある白いラグの色違いだと思われます。型番がちょっと違うぐらい。あとこのスタンドミラー、姿見、これがちょっとちっちゃくて、もうちょっと大きいのに変えたいかったのと、あとなんか汚れやすくて、それが嫌だったので、これもまあ一人暮らしの時から使ってたので IKEA で買った新しいミラーと変えたいと思います。いろいろ配置を探りながらやっていきたいと思います。一日中雨で湿気もすごいんですけど、ちょっと部屋のこういうのとかすぐ片付けたいのでやっちゃいたいと思います。ノープドループ、ホームページで見た感じもっとピンクっぽかったんですけど、実際は結構ベージュピンク、もはやベージュぐらいの色ですね。白だと気づかないけど、このピンクベージュのやつは結構あれだね、跡が出るやつだ。テーブルをやっぱりこう向きにする、取り出し、模様替えが完了したので晴れた日に撮り直しています。IKEA で買ったラグがここになって、でミラーは壁際に置きました。もともとこっちにあったこの黒い天板のキャビネットっていうのかはこっちに移動させて、赤いラックはこっちになりました。それに合わせてポスターもいろいろ配置を変えてて、リビングにあったポスターをここにやってるのと、ここにハンターハンターのパズルがかかってたんですけど、それ取り外してこっちのパズルをここに持ってきてます。私的には本当この鏡が大満足で、こういう大きい鏡をずっと彼もそうなんですけど欲しくて、ここに立ってコーディネートを考える時間いいなみたいな感じで、後ろにラックも置いて、でこの大きい鏡があることでちょっと部屋がなんか広く感じる気がします。お気に入りのスペースはやっぱここですね。このデスクの丸さとこの大きい鏡、まあこの辺は相変わらずっていう感じです。ここから見るとこういう感じ。なんか最初このミラーを買う時に彼ともうちょっと明るいフレームがいいかもねって言って、自分たちでこの黒いフレームを塗ろうかって話してたんですけど、今んとここれもこれで悪くないかと思っていて、ちょっと飽きてきたらハンズでペンキとか買って塗ろうかなって思ってます。あとはこのラグももうなんか変えたいんですけど、とりあえず床が寂しいから置いてるっていう感じで、私前の自分の一人暮らしのお家ではフローリングにクッションフロアってフローリングシートみたいなシールのやつ貼って自分で変えてたんですけど、それ結構めんどくさいんですよね。で今の家もこのフローリング気に入ってはないので、もうちょっと暗い色にしたくてクッションフロアを買うか悩んでます。うちって全部この
フローリングの模様なんですよね。でこの部屋だけ変えたら変かなとか思ったりして悩んでます。そんな感じでとりあえずの模様替えは終了しました。そうなんだ。結構好き系だ。かわいい。お、でかい。これいいかも。いい。すごい深い。あれ。
朝10時ぐらいなんですけど、友達とランチの約束をしているので、神保町の方にこれから出かけてきます。今日会う友達は小学1年生からの同級生で、小中で一緒で、大人になってからもずっと仲がいい地元面の一人っていう感じなんですけど、前 Vlog でちょっとお話しした、私が高校生の時にはま寿司でバイトをしていた時に一緒に働いてた子でもあって、注文レーンでタッグを組んだら注文のさばきが早くて、多分店舗のエースだったろうみたいな話をしたんですけど、今日はその一緒にタッグを組んでたあうんの呼吸の中の子とご飯を食べてきます。これ昨日買った器なんですけど、ちょっとこれを字幕で説明するには熱量が届かないと思ったんで喋らせてください。まずこれが味噌汁とかスープとか入れようと思って買ったお椀なんですけど、ずっと使ってたお椀は、実家から持ってきたもので、中のなんていうの、漆塗装が剥げてきてすごい気になっていたんですけど、なかなかいいものに出会えず、この厚みと深さとこの色合いがちょうどいいのが昨日見つかったので購入しました。その後表参道に行って、シボネとかヘイが入ってるビルをフラッと立ち寄ったら、このカフェオレボールを見つけてしまったんですけど、この器の作家さんが竹村義則さんっていう方の作品なんですけど、竹村さんのインスタずっとフォローしてて、この独特ななんていうんですか、色付けとかが可愛くって、最初はうちに置いてある植物の鉢を竹村さんの鉢にしようと思って、手びねり鉢っていうボコボコした形のなんか手びねり鉢を買いに行ったんですけど、彼と。でも鉢の大きさがちょっと合わなくて諦めたんですよ。まあそっから竹村さんのインスタずっとチェックする日々が続いてたんですけど、偶然このカフェオレボールをシボネで見つけてしまい、でしかも偶然私が大事にしていたパリのメゾンプリソンっていうところで買ったマグカップを彼が落として割ってくださったので、1個割ったら1個買っていいだろうということでお許しいただいたので購入しました。めっちゃ可愛いんです。このコペンハーゲンに旅行に行った時にこういう感じのボールみたいな感じでカフェオレが出てきて、カフェでそれがもう可愛くって、こういうカフェオレボール欲しいと思ってたので、すごい嬉しいです。これも大事に使います。ということで、これからランチに行ってきます。かわいい。いろんなの食べたいやんですよね。待って、とろろとかかけちゃう。いや本当だね、今私もね。テレサも可愛いな、確かにどれ着ても。あ、ピンクだ。なんだ。可愛いじゃん。可愛い。いい方でした。可愛い。可愛い。これはつけられるよ。なんか友達。でゲットした欲しいな。うちにいる子と差をつけるには。なるほどね。あ、まだわかんないですね。でもちゃんと箱に入ってるの可愛いな。いました。緑です。可愛い。あ、ちょっとちっちゃいんか。そうなってくると集めやすい。うわ、片目程よい
朝の9時です。今日は水道の工事があって、朝の9時から昼の1時まで断水しますっていうことなんで、それまでちょっとカフェに行って作業しようと思ってます。もう9時になっちゃったんで、ちょっともうトイレ行けないかネイルを塗ってから出かけようと思うんですけど、たまにネイルのご質問をいただくことがあるので、ついでに紹介しようと思います。基本私はポリッシュでセルフネイルしてるんですけど、自分の爪が長いのが苦手なので、基本いつも短くて、こうやった時に爪見えないぐらい爪短くしてて、週に1回ぐらいのペースで変えてるかなと思います。でもたまにちょっと塗り方汚くなっちゃったりとか、色が気に入らなくなったら 2,3 日で色変えたりしちゃいます。手持ちで15色ぐらい今あるんですけど、よく使ってるのだけ紹介しようかなと思います。もうなんかある程度ブランド決まってきてて、塗りやすくて乾きやすいっていうのが私の中では選ぶポイントなんですけど、まず最近よく使うものから、ネイルズインクのネイルポリッシュです。プラントパワーエブリデイセルフケア、これは一度塗りだと白ピンクって感じで、二度塗りぐらいでこの色が出るかなと思います。これがネイルズインクプラントパワーフレッシュエアドントケアくすみブルーです。これは他の2つとちょっと種類が違くて、ネイルズインクジェルエフェクトハイドパークコートカーキ、この2色結構使ってると思います。でネイルズインクはほんと乾くのが早いのでおすすめです。濃い色だと一度塗りでもめっちゃ綺麗に塗れる気がします。でこれがアルティーダウードビーガンネイルポリッシュです。これは知人からいただいたもので、砂漠みたいな黄色だったかな。アルティーダもめっちゃ乾くの早くて持ちもいいですね。このネイルしてる時質問いただくこと多いんですけど、これはセルボーククレイブドネイルポリッシュ EX05 っていうので、ブロンズカラーみたいな感じで、2023か2024のホリデー限定のカラーで、もしかしたらまだオンラインでは買えるかもしれないです。これは白のアマネイル 3D09 です。変更ベージュピンクみたいな感じで、一度塗りだとちょっと透ける感じで、二度塗りだと割とベージュがしっかり出て、で光の加減でピンクっぽく光る感じ。これは友人からいただきました。これがシャネルベルニの129番129番です。シャネルのベルニデビューがこれなんですけど、505番なんですけど、これは先輩から誕生日プレゼントでもらって、なんか大人の茶色って感じでめっちゃ気に入ってて、ただもうこれほとんど入ってないかも。でもなんか捨てられなくて、もう中身が少ないので時間をかけて丁寧に塗らないと色が伸びきらない。最後がマニキュリストポピーレッドっていう色です。これは結構フレッシュな赤っていう感じ。今までなんか赤いネイルってどぎつい感じがして、ちょっと挑戦してなかったんですけど、意外とワンポイントになるのと、冬とかも白いニット着てる時とかに合わせると可愛いかなって感じです。あとこの2つがマニキュリストのトップコートで、緑の方が普通のクリアなツルツルになるトップコートで、こっちがマットトップコートですね。ちょっとマットな質感になるやつ。トップコートはずっともうこれ使ってて、今パッケージが新しくなってピンクになってるみたいです。でこれ自然な紫外線に反応する速乾トップコートで、ランプなしでジェルを塗布したような仕上がりになるっていうトップコートなんですけど、これほんとすぐ乾くし、ネイル剥がれにくいしおすすめです。ざっと以上が私のネイルコレクションっていう感じです。今日はネイルズインクのジェルエフェクトハイドパークコートにします。私ネイルは
本当は夜時間がある時とかに塗りたいんですけど、いつも忘れちゃうんですよね。だから結局家を出る直前に塗ることが多いんですけど、さっき紹介したネイル全部速乾性があるんで、家で仕事する時は最初にネイル塗って、パソコン打ってる時って別に爪が当たることはないので、作業してたらそのうち乾いてるっていう感じで、家を出る前に塗る時も15分ぐらい置いたら出かけちゃいます。そんな丁寧にやってないので。デニム履く日とかはボタンを閉める時にネイルぐちゃってなっちゃったりするんで、着替えと準備を終わらして塗って、15分ぐらい置いて出かけてます。15分も置いてないか。爪を使わないという精神だけでなんとか。人が綺麗にジェルネイルとかしてる指先見るのとか好きなんですけど、自分の爪が長いのは苦手なんですよね。割と20代前半ぐらいまではネイルを塗ることさえも嫌で、爪がなんか息をしてない感じがしちゃって苦手だったんですよ。でもネイルをファッションの一部みたいな感じで楽しむようになってからは、塗り出したらやっぱ気にならなくなりますね。手元に色があると元気出ますよね。ピンクいってるのよ。自分で勉強してこのような仕事を経てなかなかクライアントの OK が出ず苦しんでいました。企画の仕事はほとんどしておりません。転職活動でいい仕事をすることで自分に価値をつけようと思っていたのですが、上司には企画がしたい旨は伝えているのがない、機会があればなどの言葉で逃げられています。